マジうめえな。うわ、やだやだ、これやだ。白 T 飛んだ。しかもこれ綺麗なやつ、すぐ洗えば落ちるかな。ちょっと着替えてきます。よいしょ。皆さんはアジアン料理、めっちゃ汗かいてきた。アジア料理って好きですか？私は東南アジア系の料理全般大好きなんですよ。で、東南アジア系の料理屋さんよく行くからパクチーをね、食べる機会もまあ多かったんだけども、まあその都度避けてきたんだけども、ある時うまいんじゃないかと思ってパクチーを食べてみたら、そこから激ハマりして、めちゃくちゃ好きになっちゃって、このトムヤムくんのね、カップヌードルにもパクチー入れたいなと思ったんですけど、さすがに日本のスーパーでは売ってなかったので、残念ながら入れられなかったんですけれども、どうも、稲木です。こんにちは。こんばんは。本日はね、ヌードル会ということで、ヌードルにまつわるお話をひたすらただしていこうかなっていうふうに思ってるんですけれども、皆さんヌードル好きですか？ラーメン、うどん、そば、パスタ、そしてこちら、カップヌードル、カップ麺とかね、いろいろ麺といえばあると思うんですけれども、皆さん何が一番好きでしょうか？私はその中でもしれっと上位に入ってくるのがフォーなんですよ。フォーがめちゃくちゃ好きで、結構フォーを見つけてしまったもんなら食べてしまう。フォーってさ、皆さんさ、国どこかわかります？国。フォーは実はベトナム料理なんですよ。俺最初ね、タイ料理屋だと思ってたの。この間ね、フォーが無償に食べたくなって、近くのアジア系の店を調べたんだよ。で、その時に、タイ料理フォーって入れたのね。そしたら、店が出てきちゃったんで、タイ料理フォーで。だから俺完全にその時にもう勘違いしてたんだけど、まあ言うたら、日本料理麻婆豆腐って入れるみたいなもんなんですけれども、タイ料理フォーで俺ヒットしちゃったわけ。で、その店入ってね、メニュー表開いて、まあグリーンカレーでもいいなーなんて思いながら、いやいやでも待てよと。私はフォーを食べにここまで冒険してきたんだと、生きてきたんだと思いましたので、フォーを頼もうとね、メニュー表パラパラ巡ってたんですけど、フォーがね、ないんですよ、タイ料理屋。そうだよね。だって国が違いますもん。で、俺はね、店員さんにね、すいませんと。僕、フォー食べに来たんですけども、フォーってないんですかって聞いたら、フォーって言うんですよ。あれ？フォーってタイ語じゃないの？って思って。僕はその瞬間、フォーイコールタイ料理じゃないんだっていう思考回路ではなくて、フォーイコール日本語の名前みたいな。でマクドナルドのことマクドナルズって言わないと通じないみたいな感じで、アメリカでマクドナルドってありますかって聞いてるみたいな感じなのかなって思ったの、俺は。だから、もう一回、フォーって言って、フォーってめっちゃ言ったのに、フォーみたいな、はフォーみたいな感じで言われたから、あれ違うのかなって思って、とりあえず、タイそばみたいなの頼んで、多分おそらくこれが、タイそばって言うんだ。タイではフォーのことを。と思って注文したら全然違う料理だったっていう。まあ、うまかったんだけどね。いや普通のシンプルな取り出しの麺だったわけ。俺はレモン風味というか、酸っぱさが好きなの。トムヤムくんもそうだよね。トムヤムくんってでもベトナムだよね。辛み、酸っぱみがある感じがめちゃくちゃ好きなんですけどね。っていうのが、まあ、タイ料理屋にあったよっていうお話です。これにパクチー入れたら最高だよな、多分。絶対ゲロ吐きそうな人いるよね、今。パクチーの話して。パクチーなんぞ、あんなの。あそこに何の旨味を感じる部分があるのみたいな感じに俺も思ってたからね。だからすげえ嫌いっていう人の気持ちわかるよ。だけどすごい好きっていう人の気持ちもわかるよ、今なら。はい。うますぎるな、マジで。ほいでね、フォーと同じぐらい好き。いや、もっと言ったら、それ以上に好きなのかもしれないという麺類の中で、パスタがあるんですよ。まあちょっと前のね、料理会でも、夜飯パスタ作ったりとか、あと実家帰って何食べたいって言われたら、もう、お母さんが作ったトマトカニクリームパスタですって毎回注文するぐらいに、もうパスタが好きなんですよ、めちゃくちゃ。で、この間、めちゃくちゃうまいパスタ屋さんを見つけて、僕はもう掘り出したんですよ。感動した、僕は。まず、何に感動したかというと、味。まず第一、味。もう、あれはうますぎる。そして、かつ、コスパ。
1000円切るんです。だいたい今のさ、パスタ屋さんってだいたい1200、1300とかさ、高いと1700とかさ、なかなか1000円切ってくるパスタ屋さんないじゃない。まあファミレスとかですよ、行くってなっても。でも、ちゃんとしたパスタ専門店で全部のパスタが1000円切るんですよ。もうこれはまず俺は感動して、あ、1000円切って、とりあえず野口英世、まあ今で言うと、誰だっけ今。ちょっと忘れちゃったんですけど、とりあえず1000円札手に握って持っていけばパスタが食えるっていう。で、そのね、店のコンセプトが、生パスタみたいなのがコンセプトだったのよ。だから、つまり、一回乾麺にしたやつを茹でて戻すんじゃなくて、このこねた麺をそのまま茹でるみたいな。だから、めちゃくちゃ食感がもちもちだったのね。もうありえないぐらいにもちもちだったの。なんか、讃岐うどん買ってぐらいでもうもちもち。もう、噛んでもなんかもう、ってもう、ブイーンってもう跳ね返るくらい、何これみたいな。何これうまみたいな感じの食感だったんですよ。大変大満足の、お店でして、もう僕、1週間の間に2回も行っちゃったんですけど、はい、それ見つけた後、彼女と2人で行って、うまくねこの店ってなって、それ以降、3日後ぐらいにまた1人でこっそり行ったんですけれども、はい。でね、その店が、まあ、癖強なんですけど、何が癖強かっていうと、接客。俺、接客が癖強の店ってちょっと苦手なんですよ。僕、正直言うと。だけど、まあ、その店はあまりにも料理の美味しさとコストパフォーマンスが良すぎて、もう一回行ったんですけど、なんかってなっちゃうタイプ。心の中で、いや、俺だったらそうするなって思っちゃうタイプなんですけど、そこのお店がね、まずね、まあ、僕とその彼女二人で入店した時に、まあ、3分の2ぐらいが埋まってたので、でもパッと見店内見たら、あ、どちらかと言ったら、まあ、空いてるよねってわかるくらいだったのね。食券でパスタ買って、入ってったら、まあ、後ろに4人ぐらい一人待ちしてるお客さんが続いてゾロゾロ入ってきたの。結構、ほぼ同タイミングみたいな感じ。だからつまり、ほぼ同時に6人入ってきたみたいな形になるわけですよ。だけど、空いてる席数で言ったら、6席空いてるんだよ。だけど、これがまたややこしいことに、一人のお客様が多かったから、まあ、あんまりみんなもさ、まあ、一人で飯食い行ったらさ、わざわざさ、空いてるのに隣に座る人はいないじゃない。だからみんな一個空けで座ってたのね。俺らだよ。だから彼女だからまあ、どう考えてもカップルだっていうのがわかるんだけれども、別々に座られますかってまず聞いてきたんですよ。いや。別々には絶対座んないですよ、みたいな。なんで俺と彼女がおじさん間挟んで、美味しいねってこう、おじさんの方向きなのこうやってなんか、言って喋んなきゃいけないね、みたいな感じで、別にそこまで思ってないけど、いや別々には座らないでしょって思いながら、いや、一緒に座ります、つって。じゃあなんかちょっともう少々お待ちいただいていいですかって言われて、わかりました、って言って待ってたのよ。で、よくあるのがさ、なんか、一人席が空いてたら、まあ一人のね、お客様先にどんどん入れていくみたいなスタイルのお店もあるじゃない。で、俺はそれかなと思ったの。だから、まあ、二人席が空いたら俺らが入れるから、まあ、後ろの人たちは先に入るんかなと思ったら、店員さんが、じゃあそちらで皆様お客様、少々お待ちくださいって言って、その一人の人たちもずっと待たされちゃったわけ。そのお店の、まある意味の優しさなんだけどね、もう確実に絶対的に順番通り入れるっていうのが、ルールで多分ね。だけど、それが逆に俺は結構気使っちゃって、いや、俺らが入れねえことにより、後ろの人たち、明らか空いてるその一人席に入れないんかっていう。結構空いてるようにも見えるんだけれども、誰も入れない6人みたいな状況になってしまったわけですよ。これは困ったと。で、その時に、この俺のいつもの悪い癖の、いや、俺だったらこうするな、がいっぱい出てきちゃって、とりあえずまずね、俺だったらの話していい。俺だったらですよ。まだ水を飲んでるお客様がいたんですよ。つまり、まだ料理も届いてない。何も届いてないんです。ただただ椅子に座って水を飲んでるお客様がいるから、そのおじ様に、大変申し訳ございませんと。一歩ずれてお座りいただいて、あちらの2名のお客様こちらに座らせていただいてもよろしいですかって言って、2名を座らせたら、たもんなら、あと空いてる1名に残りの4名をぶち込めばいいという話なんですよ。だって、どっちみち満席になって、おじさんもどっちみち隣に誰か座ることになるんだから、まあ、詰めたって詰めなくなって変わんないじゃないっていう話でね、そういう風に思い浮かんだんですけども、まあなんかね、あるんだよ。まあ忙しかったんだろう、きっと。
でそうなんなかったの。だから結構待ったの、俺ら。全員6人。結構空いてんのに席。でね、店員さんもね、なかなか多分だんだん焦ってきたのかわかんないんだけど、厨房でね、こう料理作ってる店員さんが、ホールじゃなくてキッチンの人が、ただいま満席ですって言ったのね。隣にいた彼女に、満席ですって今言ったよねみたいな。それは、そのごまかしはちょっと無理があるぞと思って。全然満席じゃないのに、ただいま満席ですはちょっときついぞと。それだったら、もうどんどん全て座らせた方がいいんじゃないか。なんなら僕らはいいです。後でいいんです。もう先に1名の方を入れてあげてくださいって思いながらも、俺はもう後ろの人たちがちょっとなんか、じゃん。だって、いやいや、だって普通に考えてさ、後ろの人からしたらさ、どう考えても空いてるあそこには私は座らないんでしょうかっていう状態だから、ちょっとなんか、だんだん表情は変わってくるわけよ。やっべと思って、なんで俺が気遣わなきゃいけねえんだよって思いながらね、お客さんにそして来てんのに。でももういいですって思ったら、もう結構長い間待って、もうそろそろやばいぞってなって、ようやく1名が帰ってそこに座れる。で、俺らが座ったもんなら、ここぞとばかりに店員さんよし来たと思う。その4名が次々と入れられて、結局店内は満席になって、収まったよ。そして来たパスタがあまりにも美味しすぎて、あまりにも美味しくて感動して、その接客のことなんかすっかり忘れ、3日後にもう一回行きましたっていうお話です。いろいろね、お店によってね、接客スタイルっていうものはありますから、あれですけれども。ごめんね。動画撮れてなかったんだ。後日、撮り直ししたので、ごめんね。なんか穏便に終わるっていうので、まあ自分が別にそんな気にしなきゃいいやと思ってたんですけど、まあその事柄に関して母親から、いや、こうやった方が全員、みんな平和に終わるんじゃないかっていう、私だったらこうするなっていうのが、こう、後ろの人が気になっちゃって、なんか、ね、雰囲気変わってて、ちょっとイライラしかけてるなーっていうのに気遣って、あ、やばいやばいって思うのであれば、1名のね、並んでる人たちにお先にどうぞと声をかけ、店員さんに、この方先に空いてるところに入れてあげても大丈夫ですよと。あなたが店員さんとお客さんに声をかければ、店員さんも困らずに済んで、でしたら、じゃあご案内いたしますって言ってご案内できるスムーズに、かつ後ろに並んでる人は早く俺の番来ねえかなってイライラすることが防げるのではないでしょうかという意見をいただきまして、確かにそうだなと思って、自分が後ろの人たちに声をかければ全員が平和に終わる。そして僕は僕で店内にね入れてあげれて、得積みできたなっていう、僕も幸せになる。店員さんも困らずに幸せになる。後ろに並んでた人も早く入れるから幸せになる。全員が幸せになる考えは何かっていうところに行くためにはもう2歩ぐらい奥のことを考えなければあの時考えられてなかったなっていう、すごい反省したとともに、なるほど、そういう時はそうすればいいんだなっていうのを勉強したっていう後日談でございます。って感じなんですけれども、本日のね、このヌードル会、僕のただのダビリクッチャビリ会をね、見てくださった皆様ありがとうございます。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。